高橋輝正です。この映画を作るきっかけになった経験というのが何なんだろうというのを自分なりに考えた時に出てきた答えがいくつかあって、その中の一つに自分がまだ5歳とか6歳だった頃に一緒に暮らしていた祖父が、多分アルツハイマーだと思うんですけど、まだ当時アルツハイマーっていう言葉も一般的には知られてなかったんですが、日々物を忘れていく。で周りは何が彼の中で起きてるのか全く分からなくて戸惑うっていうことがだんだん激しくなっていって、で気がついたらふっと亡くなってしまったっていう、なんか人って最後こんな風になって死ぬのかっていうのは5、6歳の男の子にとって結構ショッキングだったんですよね。それがきっかけでっていうほど大きなものではないんですけれども、この映画を作りながら思い出していたのは当時のその祖父の姿でした。父方の祖父母なんですけど、すごく仲が悪くて喧嘩をするたびにアルバムにある家族写真の相手のとこだけ切り取って捨てちゃったり、タバコの火で燃やしたり、そういうなんか非常に子供っぽい喧嘩をしているんですよね。なのでお葬式の時にどの写真を使うかってアルバム開いた時にまともな写真がほとんどなくて、あのそれもね、子供心になんでこんなにこの2人は夫婦なのに仲が悪いんだろうっていうのも衝撃的だったんですよね。で僕の父母も祖父母ほどではないにせよあまり仲が良くなかったので、それもこの映画を作りながら、もしかすると僕の父親と母親はそれぞれ自分の人生の中で一番大切な思い出を選んだ時にお互い、父は母の母は父の思い出を選ばないんじゃないかなっていう、そんな気持ちもありまして、それでなんか後書きの中に、父親と母親に向けて作りましたっていうようなことを多分ちょっと書いた記憶があります。ただ一番大きなきっかけになったのはテレビの仕事を始めてすぐに、アシスタントディレクターという仕事をするんですが、取材に行って戻ってきた撮影済みの VTR を編集機に入れて、インタビューならインタビューで文字起こしをしていくっていうのが、アシスタントの仕事なんですけども、それは徹夜で続く作業になるんですけども、その仕事をしながらなんとなくふっと、なんか死んだ後にこういう編集室みたいなところに通されて、自分の人生の VTR を見せられるっていうジャストアイデアが浮かんだですね。それが種になってワンダフルライフが出来上がりました。テレビマンユンで経験したことっていうのは大半は辛い経験なんですけどただものを作る上で基本になる考え方とか見方というものは随分学ばせてもらったので、とても感謝してます。一番僕とは実は相性が悪くて衝突を繰り返したプロデューサーがいて、ただその人の言ってることは非常にぶっきらぼうなんだけども、いまだに自分の中には残っている言葉がいくつもあって、一つはね、ナレーションは絵を説明するもんじゃないっていう、絵は絵に語らせろっていう。でもう一つその人に言われたのは、視聴者という目に見えない不特定多数に向かってものを作るなって言われたんですよね。誰かに向かってその人に届くように語りかけるように作れ。一人に向かって作ったものが結果的に多くの人に伝わるっていう。なんか怒鳴り散らしながら言われるので、こういうことを当時は威圧感を感じていたのでそんなに響かなかったんですけども、自分が本当に一本立ちしてものを作るようになってから、なるほどなって思うことが随分ありましたね。自分が先入観を持っていた事柄とか事件とか人物とかが取材によって壊されていくっていう、新しくカメラによって発見していく面白さみたいなものに気づかせてくれたのがドキュメンタリーでした。
もともと書いていた「ワンダフル・ライフ」という脚本は1時間のテレビドラマ用の脚本だったんですが、実はあそこで記憶を選んで天国に行く側のおじいちゃんの話だったんですけど、それをあそこにとどまって天国に行く人たちの思い出の映画を作る側の人間というのに後半反転させて、あそこにとどまる人たちを主人公にしていこうっていうふうに考えたんですよね。書なのかという亡くなった人間の魂が7日間は生きてる人間の世界と死んでる人たちの世界の境界に魂がとどまるっていう考え方がとても面白いなと思ったので、その生と死のちょうど境界線を舞台にしようというふうに考えました。死者を身近に感じるっていう意識というのは、僕らの世代ぐらいまでは日常的にあって、僕は別に輪廻とか来世とか信じてる人間ではないですけども、ただその死者を感じながら生きるということはとても実は自分の生を考える上では必要なことなんじゃないかなという思いは持っています。多々良公子さん、つまりあなたですが、昨日お亡くなりになりました。どうもご愁傷様です。ご愁傷様です。最初はリサーチの目的で一般のおじいちゃんおばあちゃんたちにインタビューを繰り返したんですけども、それはスタッフたくさん入ってもらって、老人福祉施設に行ったり巣鴨のトゲ抜き地蔵に行ったりいろんな場所に行って、大変失礼な質問なんですけども、もしお亡くなりになったとして自分の人生の中で一番大切な思い出を選ぶとしたらどんな思い出を選びますかという質問をして、それを毎週土曜日に持ち寄ってみんなで見るところから、最初はそれを脚本にしていこうと思ってたんですけども、そこで思い出を語る方たちの表情があまりに魅力的で輝いていて幸せそうで、亡くなった時にこんな表情で自分の人生を振り返れたら幸せなんだろうなと思って、それでもうそのままリサーチではなくてこの方たちに直接映画に登場してもらおうというふうに途中から切り替えたんですけども、結果的にだから500数十人のインタビューを聞いて11人残したのかな、作品の中には。非常に物語として美しかったり映像的だったり語りとして面白かったりっていうのが、それがどのくらい事実と同じなのか違うのか分かりませんけどももうまさに僕がそれを映像にする以前の段階としてその語り手によって演出されていて、そこがやっぱり見事だったですね。面白かったですね。それぞれが自分史を語って、その小さな物語が並んだ時に戦前戦中戦後という昭和っていう時代が見えてくるっていう、主人公の年齢設定をその時代の人間にしましたので、見た目は若いけれども戦前生まれっていう設定にしましたから、そことの絡みでやはり戦争体験というものを語る人たちが人数としては増えてると思いますね。フィクションの部分でもドキュメントの部分でも。その時に周り40、50人で囲まれてもう銃を持ってやってたんですけど、もうどうせ撃たれるんならタバコを吸って、米の飯でも食いたいなと思ってましてね。面白かったのは、とても面白いお話だったんで出演を交渉したらなかなか OK していただけなくて、なんでだろうなと思ったら喋った話が嘘だったっていうことを告白された方がいて、それでちょっと出演は諦めたんですけども、それは面白かったですね。なのであそこで嘘を語る人を出そうと思ったのはそういうこともあるんですけど。どういう場所で彼らが最後の7日間を過ごすかというのを考えた時に、最初に探したのはね、木造校舎を探してました。古い学校を探しました。死んでいくというよりは生を卒業するっていうイメージだったので、学校というものが舞台としてはいいのではないか。ただなかなか見つからなかったんです、東京近郊で木造校舎が。
それで似たような雰囲気の建物を探した時に、もう今なくなっちゃいましたけども、月島にあった水産試験場っていうもう使われなくなっていた国の施設ですけれども、結構学校の雰囲気もあったですし、そこを使わせていただきました。非常に不思議な現場でしたね。冬の撮影が中心だったので、役者さんと本当の一般の方たちが一緒にストーブ囲んで待っているっていう、あまり劇映画の現場とはちょっと違うような雰囲気で、まさにそこはもう本当にドキュメンタリーというか、予想を超えて一般の人と役者さんが混在としていく感じというのが、図らずも僕からではなくて一般の方の側から出てくるっていうのが、なんかとても不思議な経験をしましたけど、かなりコンテに忠実に撮った映画で「幻の光」という映画は、何かその反省で2本目はもう少し自由に型にはまらずに、自分がテレビのドキュメンタリーをやってた時の感覚で被写体にカメラを向けてみたいなという気持ちがあったんで、ドキュメンタリーのカメラマンの山崎豊さんだったら面白いかもっていう、一度も一緒に仕事をしたことがない方だったので、なぜ選んだんだろうって今思うとかなり大胆だなと思うんですけど、彼自身も劇映画をやったことはなかったですし、本当に直感だと思います。で、正しかったと思います。なるべく自然光を生かした形でやろうっていうことと、途中までは基本的には三脚つけてやりましょうって言ってたんですけど、思い出のフィルムのメイキングになった時に山崎さんが手持ちでいいっつって、何かというとすぐ手持ちしたがるんですよね。確かに手持ちの方が山崎さんの動体視力とか反射神経がより生きるっていうのがあって、で僕はなるべく目の前にいる対象になっている人物とどう向き合うかっていうドキュメンタリーの基本に戻った形で現場にはいようというふうに考えました。一応ある程度の絵コンテは書いて現場に臨んではいるんですけども、山崎さんほとんど見てくんないんですよね、絵コンテ。面白いと思ったらとことん回す人なので、ずっと今までやってきたスタンスだから、それに引っ張られるような形で映画では撮ったので、それ以降しばらくやっぱ彼との仕事が続きますけども、基本的に僕も現場で発見していくっていうことを山崎さんと共同でやるっていうのがやっぱ映画作りの基本になっていくって感じですね。フィルムはやっぱりお金がかかるで、予算は限られてる中で、山崎さんがメイキングをずっと回し続けるんですよね。もうフィルムがないのでこれ以上回せませんって言われて、プロデューサーとセットの表でじゃあどうするんだみたいな話をしてた時に、助監督の子が僕のとこに来て「山崎さんが勝手に回してます」っつってその時は思い出のフィルムの上映をメインだって考えてたから、山崎さんメイキングは多分そんなに使わないと思うんでそんなに回さなくても大丈夫ですって何度か耳元でささやいたんですけど、分かってる分かってるって言いながら絶対カメラ止めないんですよ。それでちょっと険悪な雰囲気に一度なりかけてしょうがないな言ってもと思って、だから撮るだけ撮って使わなきゃいいやって思ってたんですけど、上がってきたものを編集で見たら、なるほどこれが面白くて山崎さんは回し続けたんだなってのがよく分かった。それでこのカメラマンはすごいと思って、それ以降はもう山崎さんには絵コンテ渡さずに、山崎さんが面白がって撮ってれば間違いがないっていう、そういう判断をするようにちょっと自分の中で考え方を変えました。敷田正義という名前はすごく有名なデビッド・ボーイの写真を撮ったカメラマンとして名前は知ってました。脚本には思い出のフィルムの上映会は書かれていて、そこでそれぞれの思い出は上映するっていう設定でした。山崎さんのカメラとは明らかに違うものにしなければいけないっていう意識が敷田さんはお持ちだったので、
むしろそこの中のフィルムに関して言うときちんとライティングをしてドキュメンタリーではないフィクションとして美しい絵を撮ろうとされてました。かなり月田さんのカメラポジションに関して言うと僕のコンテ通りだったと思います。使いませんでしたけどほとんど。それが良くなかったからではなくて、撮られたフィルムの中で一番その想起っていう思いを起こすっていう行為が起きている瞬間は出来上がった作品ではなくてメイキングの中に映っていた一般の方たちの表情だった。セスナに乗って雲を動かしてまだ若い青年がいやそういう雲の動きじゃなくてって説明をして月田さんが何とか工夫してこうちょっと綿菓子みたいな雲をこう動かすシーンとても好きなシーンですけども、まさにその場で自分の記憶を探りながらその映画の演出家になっていく姿というのがまあとても面白かったんですよね。それでメイキングを残して作品をカットしたっていう、最初は泣く泣くだったんですけど、間違ってなかったと思います。亡くなられてからずっとここで？いえ、ここへは3年前に。それまでは別の施設で同じ仕事を。この映画の中で誰に自分を寄せてるかっていうと、井浦新さんが演じた望月さんっていうあそこでこう選べなかった青年がいて、自分が他人の記憶に参加をしているっていう、その記憶って自分の中に残っていくものだと思っていたけれども、他者の中に残っている自分の記憶というものも自分なのではないかっていうふうに思い至るっていう経験をする主人公に僕を重ねてます。英語タイトルは「アフターライフ」という実は死後にこうフォーカスを当ててるんですけども、オリジナルタイトルは「ワンダフルライフ」で、僕が多分当時考えていたのは死についての物語というよりはむしろ生をどう肯定できるかっていうことなんだと思うんですね。記憶というのは決してその土の中に眠っている化石のように固定化されたものではなくて、その想起をするタイミングとか想起をする人間の考え方とか感じ方が変わると、おそらく記憶というものも変わるっていう、記憶は変化するものだっていう、そういうことがおそらくはテーマだったんじゃないかなでもこれも実は僕が今それを想起して言ってるのであって、当時どうだったかというよりは今僕が考えてあの作品を思い起こすとそう見えるっていうだけで、これがまた20年経って僕がもう本当に亡くなる間近になった時に「ワンダフルライフ」というのが果たして生を肯定する映画だったって想起するかどうかわからないです。